カルマはその人の人生において一定の影響があると思いますが、心を磨くことでより良い人生を歩めるというのが仏教の素晴らしい考えだと思います。一方で、生後数ヶ月以内で虐待されて亡くなる赤ちゃんなど、無垢の生命もいると思いますが、こういった方たちに関しては、実質的にカルマが運命論的に100%働いているということでしょうか。また、彼ら、彼女、たちは、前世で悪業をしたということなのでしょうか。まあだからそういうことですね。悲しい出来事ですけどね、生命はね、みんなそうやって業によってやられてますからね。悲しいって言ってる場合じゃないんですね。評価できない。生命の生き方はみんな業によって管理されて支配されて、業の勝手に操られているんですね。例えばまあちょっと長生きできる方々だったら、生まれの業がねちょっと悪くてもね、何か体に障害あるとかね、でも長生きできるならば頑張って明るい心でいて、もう人々生命に優しくしてしまって、自分の業を変えるというかね、まあプログラミングすることはできます。だから目の障害で生まれた人はね、死ぬまで目の障害そのままですけど、目が現れてきませんだけど、世界的な有名な人になることはできます。でそうするとその人にはそういうカルマになりますね。目が見えないんだけど結構豊かで人気者で生活できるとかね。だからそこまで頑張るためには時間が必要、寿命後が必要なんですね。だからカンマのセットの中で寿命後が短いんだったらその時間がないんですね。だから生まれてすぐ虐待受けたり、あるいは生まれてすぐものすごく体弱くてもうどうにもならなくて死んじゃりとかね、同じことでしょ。赤ちゃんの時、あるいは1歳2歳の時死んでしまっちゃうとかね。それは悲しいと思っちゃっても、1歳2歳でちょこちょこすごい可愛くてもうやんちゃで楽しくてしょうがないんだけど、どこかでちょっとしたどこかに落ちちゃって死んじゃうことがあるでしょうね。ちょっと道路のあれ水が流れるそこをじーっとなんだこれはと顔を入れてみたところでそこに転がっちゃって、で子供が立ち上がることもできなくて死んじゃったこと、そういうのはありますからね。だからどちらが悲しいですかね。だから悲しいってのは我々は大人の主観的な判断でね、亡くなっている人々にとっては同じこっちゃなんですね。やばいとか苦しいとかね、すごく嫌な気持ちで死んじゃっちゃうんですね。まあだから子供の場合はね、世間はここまでみんな80歳まで生きてるのにとかね、なんで私は4歳してるのか、そんな感じ考えませんでしょ。世の中どうなってるかわからないんです。自分のことしか知らないんですね。だからそこら辺はね、私はどう言えばいいかとわからないんですね。とにかく
語の運命寿命プログラムはすぐ短命だ、長くないんだったらまあどうしようもないんですね。それは伸ばすことできないんです。寿命が長くて他はすごく語が弱い場合はいろんな子をして現在良い子をいっぱい作ってサポートすることはできます。足の骨が折れても何か麻酔場で歩けるような感じでなんとかできます。足がなくてもなんか義足でも頑張りましょうとかね、あるいは車椅子でも頑張るというふうになんとかできます。みんなこの腹が立って認めたくないのはやっぱり誰にも何の悪いこともしていない子供があるいは赤ちゃんが母親に虐待を受けちゃうと我々は母親が鬼やと母親は精神病気やとね母親に当たるんだけどだからその被害を受ける子供にも業があるんですね。ものすごく守るはずところからやられるというね。だけど赤ちゃんだから子供だからこの人に守ってくれるはずそんなこと知らない。赤ちゃんが知っているのは一人の人間のことだけ。その人にいろんなことやられるとは嫌だと泣くだけで他の女の人のところに行ってお母さんにしてあげますというところまではいけないんです。そこまでの思考は働かないんだからね。しかしそれはその子供が持ってきた業でね。我々は子供というのはこの肉体を見ていってるだけで心には年齢ないんです。年齢ゼロです。赤ちゃんの心の年齢もゼロで我々の心の年齢もゼロでだから肉体だけ見てあれやこれやと判断して感情的になっても意味がないんです。心には年齢ないんです。年齢は物質なんですね。形はどんな時現れたのかとかね。この形は何回地球の時点何回そのままでいたのかっていう物質計算でしょ。で心の計算する場合はそういう基準ないんです。だから心はね100年前の心というためにも物質に当てはめて計算せなくちゃいけないんですね。そういうことでねだから一般の方々にはその業のあたりが理解難しいんだからね念のために、あんまり考えない方がいいし悪いことをしないようにしましょうという程度で、無難だとは思いますけどね。だから私は今言ったのはね赤ちゃんはかわいそう赤ちゃんはっていうところに問題があるんです。あるいは物体見ているんですね。物体は我々の大人の物体を持っている我々にとってはもうこう耐えられないそんなことをされると赤ちゃんにおっぱい曲げないでお母さんがもううるさい泣くなよって言ってね
赤ちゃんがお腹が空いて泣いてるんだけどね。それは大きい物体を持っている我々にとっては耐えられないんですね。だからそれは物質の世界の話でね。だから物質に合わせて心は働くんです。もし赤ちゃんにも体がなかった、それ見ている私にも体がなかったならば、心だけだったらどうしますか。比較できんね。だからゼロですから、年齢はね、心の。だからある心がちょっと苦しんでいて、この心はそれで苦しみがない。それだけ。そうすると、なんてかわいそうですか、なんて悲しいことですかっていうことはなくなっちゃうんですね。だからこの物質の関わりでそういうことは起きますよ。で、そんなことはこうシステム会話であまりしゃべる難しいんですね。で、業のからくりはね。と言っても我々はやっぱり物質で判断します。我々にとって赤ちゃんはまだ何も知らない、何も学んでない可愛い存在ですね。でも心には年齢ないんです。あれは肉体に関わる知識がないだけ。これから変化していく肉体の変化過程に必要な知識データがないだけ。心は心。心には年齢がないんです。心は生まれて消える、生まれてそれだけ。物質に依存するかしないか、心は勝手にするんです。で、どうせ物質に依存しますが、それによって苦しんだり楽しかったりいろいろです。